トイボールファクトリーです。今回は HG-GNX-Y901TW スサノーをテッカテカに塗装していきます。箱はこんな感じ。 HG スサノーは機動戦士ガンダム00セカンドシーズンに登場したモビルスーツで2009年6月に発売された古めのキットです。フラッグをベースに開発されたモビルスーツで謎のパイロットグラハムじゃなかったミスター・ブシドーが登場する機体です。それでは作っていきましょう。コンパウンドを導入してさらなる光沢を得たわけですが、キャンディー塗装だけでなくソリッドカラー、白や赤、青、黒など単体の色だけでも光沢をより高められるのか気になって、黒くて特徴的なモビルスーツはないかなとスサノーを選んでみました。スサノーはガンダムに登場する機体の中で得意なデザインを誇るモビルスーツですね。セツナとの因縁を果たすべくフラッグ、マスラオ、スサノーと進化を遂げ、ダブルオーライザーとの死闘を繰り広げました。登場回数は少ないですが、その特徴的なデザインと相まって印象に残っている人も多くいるのではないでしょうか。何度倒されても立ち上がり、己を見つめ直し鍛え上げ、強くなって再びセツナとの対決を望み続けたミスター武士道のセツナ大好きっぷりが見ていて微笑ましかったですね。落ちた。また落ちた。ちょっとパーツが外れやすいみたいですね。組み立ててるそばからポロポロとパーツが外れてしまいます。これは一体どうしたことか。以前に作ったデルタプラスもパーツが外れやすかったですが、その時いただいたコメントで古いキットでは金型が劣化してパーツの保持力が下がってしまうことがあるようです。いろいろ対策が必要そうですね。ということで完成。白と黒のコントラストと派手なシルエットが特徴的なスタイルを作り出しています。マニアックなかっこよさがありますね。肘の関節はデザインのおかげか120度ほど曲がります。左腕のみガントレットがついているのが特徴ですね。二の腕に軸がありひねり可動、肩アーマーはボールジョイント可動、腰は軸接続でひねり、頭部はデザインのせいか襟に引っかかってあまり動かず、逆に角は前後に大きく動かすことができます。足はまた取れた。膝も120度ほど曲がり、足首は二重関節でかなり自由度が高いですね。あまりないデザインの足首です。設置性も良さそう。肩を開くとトライパニッシャーの方向が出てきます。腹部にも方向があるので、今度はバインダーが取れた。腹部を伸ばしてカバーを開くとトライパニッシャーの方向が勢ぞろいしました。バインダーを取り付け直して、バインダーは二重関節で大きく動き、シルエットが変わってまるでマントのようです。バインダーにはハードポイントがあり、それぞれ刀をマウントすることができます。こうなると武士というより悪魔的なシルエットですね。また落ちた。バイザーの下にはフラッグの顔が潜んでいます。ミスター武士道の執念を感じますね。 GN クローが展開できるようなんですが、よくわからない。すぐクローが取れちゃいますね。後で分かったんですが、差し替え式なんですね。これは今時のキットと比べると残念感があります。サーベルの雲竜と白縫いを合体させると装填と呼ばれる猟犬になります。右手に持たせていますが、劇中では左手に持つのが正しいようです。古いキットのせいか合わせ目が結構あります。これは処理が大変そう。なかなか難しそうなキットではありますが、僕としては特徴的なデザインが気に入っています。ちょっと手を加えてあげればなんとかなるんじゃないでしょうか。今回の目標である黒光沢塗装が入るようになるといいな。それではバラして表面処理などを行っていきます。今回はちょっと大変かも。まずはシャープ化を行っていきます。これは肩アーマーですね。縁の部分の厚みが気になります。肩だけにある丸みを生かし、角の部分を削り落として柔らかな雰囲気にしてみます。
ルーターを使って削っていきます。手作業だと大変ですからね。裏側を削って装甲を薄く見せるという方法も考えたんですが、他のパーツとの接続部が丸見えになってしまう可能性もあったので、丸みを生かす方向にしてみました。そういえばこのビット、がっつり形を変える時に重宝していますが、かなり前に買ったもので、一体どこのメーカーの何というビットなのかわからなくなってしまいました。もし情報をお持ちの方は教えていただけると助かります。ルーターで形を整えたら600番のヤスリで表面を整えていきます。400番からやった方がいいんでしょうが、400番は傷がつきやすいというイメージがあってあまり使いたくないんですよね。シャープ化を行います。スサノーは全体的に尖った部分が多く、そのほとんどに安全フラッグがついていました。これをすべてニッパーで切り落としておきます。結構あるな。本来なら尖っていてほしい部分が安全のために丸くしてあるので、下村アレックのシャインブレード6で削ってシャープにしていきます。左の方が尖ってるのがわかるでしょうか。ちょっとだけかっこよくなった気がします。スサノーの特徴である角もシャープにしていきます。厚み部分のエッジを調光スクレーパーで滑らかにして薄く見えるようにしています。そして再び600番で表面を整えて、シャインブレード6で形を整えます。こっちを先にやればよかった。600番で整えてシャープ化完了。かっこよくなったと思います。シャープ化はまだまだ終わらない。スラスターカバーもシャープ化。ゴリゴリ削ります。こちらは争点。調光スクレーパーで薄く研いでいきます。刀を研ぐようで中二心を呼び覚ましますね。こちらは膝のカバーパーツ。刺さりそうなぐらい尖らせました。バイザーも当然シャープ化。他にも GN クローや肩など各部をシャープ化しておきました。実際に組んだ時にどうなるか楽しみですね。これで一通りシャープ化の完了です。合わせ目消しを行っていきます。結構ありますね。これは大変。ミスターホビーのミスターセメントスーパーパワーで接着していきます。流し込み接着剤ですね。いつもはタミヤの流し込み接着剤を使っていますが、なんとなく気分で変えてみました。瞬間カラーパテで段差を埋めていきます。結構ひどい段差。クリアファイルにカラーパテをちょっとだけ出します。クリアファイルの素材であるポリプロピレン樹脂は軟接着剤で、こういった接着剤などをつけてもくっつきにくいのでパレット代わりに使えて便利ですね。瞬間接着硬化スプレーを吹きつけて固めて完了。流し込み接着剤の方はこれでは固まらないので1日乾燥させておきます。まだまだかかります。表面処理を行います。結構パーツ数が多いですね。800番から1500番まで一通りヤスリをかけて、大変だけどダイジェスト扱いになってしまう作業ナンバーワンですね。全パーツやっておきました。さてこちらはバインダーのアーム。パーティングラインが目立ちます。シャインブレード6で一気に消してしまいます。フレーム系のパーツなので光沢はいらないので、この作業だけで十分。綺麗に消えました。完璧ですね。調光スクレーパーで合わせ目の処理。ヤスリをかけて、だいたいいい感じかな。全体に2000番と3000番でヤスリをかけて足付け処理も行っていきます。やっと楽しい塗装の時間です。EX ブラックを塗装します。タミヤのクリーニングブラシでホコリを払ってから塗装を始めます。関節部をつけたまま塗装してますが、関節部の後はめ加工がすごくめんどくさそうだったので、今回は後はめ加工をせずに後で筆塗りで塗装することにしました。本体外装はいつも通りサフレス塗装なので、3倍希釈の EX ブラックでこってり塗っていきます。塗装直後とはいえかなりいい感じの光沢が出ていると思います。3000番までヤスリをかけたのが良かったのかな。まあ2000番までの時とそんなに変わらない気もします。とりあえず問題はなさそうです。こちらはフレーム用サーフェイサーエポブラックを塗装します。光沢がそれほど必要ないパーツはサーフェイサーで細かい傷を埋めるだけで十分だと思います。
さらにサーフェイサーアイボブラックを使うことでサーフェイサーの段階で黒塗装になり、そのままでメタリック塗装の下地になるので、この後のメタルカラーアイアンをいきなり塗装することができます。ということでメタルカラーアイアンの登場です。塗装後にキムワイプなどで拭き取るとメタリックな鈍い光沢が出る便利塗料です。鉛筆の芯の成分が入っているとかなんとか聞いたんですが、本当なんですかね。そう言われてみると質感が似ている気もします。質感の違いが素材の表現につながるので、いろいろな質感を組み合わせて塗装すると面白い表現ができるかなと思っています。はい、合わせ目が消えてません。下地塗装が終わったパーツですが、全然合わせ目が消えてませんね。ヤスリ掛けしている段階では消えているように見えたんですが、光沢塗装ではほんのちょっとの段差がはっきり分かってしまいます。しかも合わせ目が消えたかどうか下地塗装してみないとわからないのが辛い。そこで瞬間接着剤の登場です。タミヤのイージーサンディングを使ってみます。瞬間カラーバででもよかったんですが、材質が硬くヤスリ掛けが難しいところがあったので、ヤスリ掛けがしやすいと評判のこのイージーサンディングを買ってみました。プラモデル制作で一番時間がかかるのは乾燥などの待ち時間だと思っています。特に接着剤の乾燥はかなりの時間がかかり、合わせ目消しなどでは塗装してみるまでわからない部分もあり、失敗のリカバリーにすごく時間がかかってしまいます。パテ代わりには使っていますが、合わせ目消しにも使えるようなので、次回は合わせ目消しにも挑戦してみます。日をまたぐことなく合わせ目消しの修正が完了。すねの方は軽くざらつきが残っている程度だったので、3000番のヤスリをかけて修正。他のパーツの細かい傷なども同様に3000番のヤスリをかけておきました。再びの EX ブラック。3000番で消えたツヤを復活させます。傷を消えろと願いを込めつつ、たっぷり塗料を吹きつけます。これが本来の下地塗装になると思います。ここで光沢が出ていないと意味がないので慎重に塗装しています。EX クリアでクリアコートをして、さらに光沢を出します。どういう仕組みなのかよくわからないんですが、 EX ブラックだけよりもさらに強い光沢が出ます。コンパウンドもかけるので塗膜を厚くして下地を保護する目的もありますね。上手に塗れてるかな。でっかでかやね。白装甲にスターブライトシルバーを塗装していきます。スサノーはアニメの設定では白と黒のツートンカラーです。そのまま塗装してもよかったんですが、エクシアの時に塗装した明るいパールシルバーの方が合うかなと思って、下地にスターブライトシルバーを塗装していきます。黒下地に直接パールシルバーを塗装すると暗い色になりますが、下地をスターブライトシルバーにすることで明るい色にすることができます。下地の影響を受けやすい塗料なので、こういう使い方ができますね。パールシルバーを塗装していきます。ビスマスパールという粒子がとても細かい顔料を使用しているので、とても滑らかな質感を得ることができます。金属粒子を使うメタリック系の塗料に比べて柔らかく粒子感の少ない塗装になっていて、より滑らかで明るい色になっていると思います。スターブライトシルバーだけを塗ったものと比較してみると一目瞭然。当然明るい方がパールシルバーを塗装したものです。デカールを貼っていきます。明日のデカールに再トライ。明日のデカールはデカールのデザインの周りにある余計なニス部分を剥がすことで精密感を損なわず、トップコートをする必要がないので、メタリックな質感をそのままにしたい時に便利かなと思っています。以前はニス部分だけでなくデザインまで剥がしてしまいましたが、今度はうまくできるかな。こちらは通常のみ自転車デカールを貼っていきます。デカールのりをちょっとつけてデカールを貼り付けます。トップコートでデカールを埋めてしまうので、それはそれで難易度高いですね。黒色の多い機体なので、パーツの縁にデカールを貼ることでパーツとパーツの境を強調しようとしています。デカールを保護するための EX クリアを塗装します。デカールの周りに少しずつ塗料をのせて厚みをつけていきます。研ぎ出しの際にデカールと塗膜の段差を解消しやすくするためです。デカールへのダメージを防ぐため、すぐ乾く量だけを吹きつけます。デカールへの塗装を数回行ってからしっかりと乾燥を挟んで、全体をたっぷりクリアコートしておきます。かなりいい感じですね。さらに乾燥を待ってからもう一度たっぷりクリアコートをしておきました。
乾燥を待っている間に明日のデカールのニス部分を剥がします。説明書きにはデザインナイフなどで剥がすと書いてあるんですが、アートナイフで剥がそうとすると塗膜を傷つけてしまっていました。そこでピンセットの腹でこすってフィルムを剥がしていきます。少しだけ持ち上がった部分をより精密なタミヤのクラフトピンセットで掴んで剥がします。気持ちいい。今回は一つも失敗なく剥がすことができました。やったね。丸1日以上乾燥させたパーツを研ぎ出していきます。結構いい感じに光沢が出てますね。デカールの段差消しがなければこのまま完成としたいところですが、デカールの周りを中心に2000番のヤスリをかけていきます。デカールと塗膜の段差を解消するためです。デカールと塗膜の段差を完全に解消するためにはクリアコートでもっと厚みを作る必要がありますが、そうすると全体のディティールが甘くなってしまいます。できるだけ薄いクリアコートにしたいので、デカールの周りだけ少し塗膜を厚めにして段差を滑らかにするという感じにしています。コンパウンドで研ぎ出して光沢を出していきます。前回前々回と驚きの光沢を見せてくれたコンパウンドを今回も使っていきます。ショーアップのスーパーカットコンパウンドポリッシュで2000番のヤスリでできた傷を消していきます。こんな歯磨き粉みたいなものでヤスリ傷が消えるのは不思議ですね。さらにフィニッシュコンパウンドでツヤを出していきます。ポリッシュよりもさらに細かい研磨粒子でポリッシュでできた曇りを消していきます。全体的に曇っていたのが徐々にツヤが出てきました。あれ、なぜ EX クリアか、なぜかよくわからないんですが、ツヤが消えてしまいました。コンパウンドで研磨する際に力をかけすぎていたのか、はたまたコンパウンドをつけたまま放置していたのが悪かったのか、水につけっぱなしにしていたのが悪かったのか、全部ダメなような気がします。仕方がないのでクリアコートでツヤを取り戻します。あまりに細かくて見えづらいですが、デカール周りのクリアコートに穴が開いているような箇所もありました。一体どうしたことか。さらにクリアコートをしていきます。中研ぎをする前の光沢がこれまでになくいい感じだったので、がっかりが半端ないです。そしてお気づきでしょうか、サノーは左腕にコテをつけるんですが、右腕と左腕を間違えて隠れてしまう左腕にデカールを貼ってしまっています。お疲れちゃん。ディティールアップを行っていきましょう。まずは下出るカラーで部分塗装。水性アクリル塗料はマジックリンで拭き取れるので躊躇なく塗っています。はみ出しても気にしない。H アイズを取り付けていきます。トライパニッシャーの方向のレンズを表現してみます。胸に 3mm、 肩には 3.5mm を使用しました。ラピーテープにレンズを貼り付けて切り出して、水性接着剤のデコプリンセスで接着。接着剤を爪楊枝で点付けしてレンズを置いてギュッ。これで一通りパーツの処理が完了しました。パーツを並べて組み立てていきます。時々この段階でパーツが足りないことがあります。恐ろしいですね。今回は問題なく全てのパーツが揃ったようです。それでは組み立てていきます。至福の時間。テッカテカですね。これはすごい。こうやっていちいち光沢を眺めてしまうので、組み立てに時間がかかるんですね。今回は黒とシルバーの2色だけの塗装なので、そんなに時間はかからないだろうと思っていたんですが、黒光沢は粗が見つかりやすくて細かい修正が多かったです。クオリティが上がったせいで逆に粗が目立つようになってきたというか、指紋の跡がつかないように手袋をしてるんですが、逆に手袋からつくほんの少しの汚れが今回は気になるほどでした。恐ろしい。使える時間は限られているので、どこまで許容できるかの戦いですね。そして頭部を取り付けて完成。美しい。苦労が報われますね。シャープ化を頑張った甲斐があります。パールシルバーの鈍いメタリックな光沢も黒の強い光沢とのコントラストを生み出していてたまらないです。ところどころに貼った金色のデカールもいいアクセントになったと思います。しかしこれはナイス光沢。一段上の光沢にたどり着けた気がします。
ということで HG-GNX-Y901TW スサノオをテッカテカに塗装しました。12年前のキットということで各所に見られる残念ポイントが少なからずあり、各レビューサイトなどでも厳しい意見を多く見ました。しかしその得意なスタイルと何者にも代え難い独特の個性を信じたことで、部分的な改造と塗装だけでそのポテンシャルを引き出すことができたのではないかと思います。シンプルなクロート層ではありますが、シンプルがゆえにエラーやミスが目立ちやすく、かなり苦労させられましたが、その苦労に見合った成果が得られたと思います。組み立てるまでは不安でいっぱいでしたが、その凛々しい姿を見ることができて大変満足しています。挑戦してよかったです。ということで HG-GNX-Y901TW スサノオのテッカテカ塗装でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トイボールファクトリーでした。テカテカすぎて汚れが気になる。